問い、夜の旅、イスラーと天への昇天、パラダイスへの旅、ミューラージュのような、預言者たちの手によって起こされた奇跡、ムアジザは、宇宙の法則、自然の摂理に反していますが、どのようにして起きたのでしょうか。答え、無神論者たちは、奇跡が宇宙の法則や自然界の法則に反するという理由で、その発生を否定しますが、この否定は完全に的外れで愚かなものです。なぜなら、もし奇跡が宇宙の法則や自然界の法則に反しないのであれば、それはもはや、奇跡とは呼ばないからです。奇跡であるための絶対条件とは、すなわち、通常の自然法則に反することに他なりません。もし、全能なる神が存在するならば、神が使わした預言者たちの手によって奇跡が起こることは、極めて自然で当然のことです。奇跡や神の兆候、アーヤは、神がご自身の預言者たちの手を通じて、どのようにでも、望まれる時に、望まれる形で出現させられるものだからです。確かに、自然界の法則は不変であり、必然性をもって繰り返されますが、これはあくまで外部から遮断された、孤立したシステム、閉じた経営の中での話です。ここで疑問が生じます。宇宙は神から遮断されているのでしょうか。宇宙は、神の万物の維持、統御、カイアーミーや、神の御心、意志、そして神の裁きや意図から遠く離れた場所にあるのでしょうか。そもそも宇宙は、神の維持、統御があって初めて存在し得るものであり、宇宙は神のよって立つ力によって存在していますが、神は宇宙を超越されており、宇宙と一体、合一化しているわけではありません。したがって、宇宙が孤立したシステムである、という概念は、人間側の視点でのみ成立するものであり、神の視点においては決して成立しません。もし神が、遮断された固い岩の中に一つの生命、動植物を作ろうと望まれたとしても、それは何ら自然法則を破壊することにはなりません。なぜなら、法則というものは孤立したシステムにおいてのみ有効なのであり、自明の理として、神から遮断されているものは何一つ存在しないからです。そして、この世界の法則そのものを創造されたのこそが、気高き全能なる神に他ならないからです。それゆえ、現実の真実の姿として、宇宙の法則と奇跡との間には、いかなる矛盾も対立も存在しません。自然界の法則と、神が預言者たちの手を通じて起こされる超常的な兆候との間には、何の不一致もないのです。不信仰者たちは、ある預言者を信じるための条件として、自らが信じるためにその預言者の手によって奇跡が起こされることを要求することがあります。至高なる神はクルアーンの中で次のように煽っています。また不信仰な者たちは言う。なぜ、彼の主から、彼ムハンマドに彼が真実であることを示す奇跡が下されないのかと。ラード章第7節。つまり、奇跡が起こるということは、信仰の歴史において極めて自然であり、予期されるべきことなのです。そして、奇跡が起きたことを証明するために必要なのは、ただ、その知らせ、伝承が真実であることを証明することだけです。もし奇跡が起きたという歴史的伝承の正確性が立証されたのであれば、そこでああだこうだと言い逃れをしたり、否定したりする余地はありません。真っ赤の不信仰者たちは、預言者ムハンマド、彼にあったの平安と祝福あれを試そうとし、夜の旅と天への昇天、イスラーとミューラージュという奇跡が本当に起きたのかを確認するため、彼にエルサレム、ベート・アル・マクディスの具体的な詳細について語るよう求めました。そこを実際に訪れたものでなければ知り得ない詳細です。イマーム・ムスリムがその、サヒーフ神聖館集に記録した伝承によると、預言者、彼にあったの平安と祝福あれは次のように仰いました。カーバ神殿の聖域、ヒジュルンにいたとき、クライ種族の者たちが私の夜の旅について執拗に尋ねてきた。彼らは私が、記憶の中で、明確に把握していなかったエルサレムの詳細について質問してきたため、私はかつてないほどの激しい苦悩、不安に襲われた。すると、アッターが私のためにエルサレムの光景を目の前に浮かび上がらせてくださった。そのため、彼らが何を尋ねてきても、私はそのすべてを彼らに明瞭に告げることができたのである。しかし、一部の無神論者は、夜の旅と天への昇天の旅に登場する、翼のある、有翼のブラークという概念を嘲笑します。これに対する答えは明確です。翼のあるブラークという概念は、クルアーン、聖典にもハディース、聖典にも、ただの一つのテキスト、根拠も存在しません。聖なるテキストのどこにも、ブラークに翼があったとか、それが羽ばたいていたなどという記述は一切存在しないのです。それどころか、
信徒の母、アイシャ、アッターが彼女を喜ばれますようにがある日、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれと冗談を交わしていた際、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは彼女がいくつかのおもちゃを持っているのを目にされました。その中に、真ん中に2つの翼がついた馬の人形を見つけられたのです。預言者はアイシャに、この上についているものは何ですかとお尋ねになると、彼女は、2つの翼ですと答えました。預言者が、馬に2つの翼があるのですかと驚かれると、彼女は、スレイマーン・ブン・ダーウード、ソロモン王には翼のある馬たちがいたのを耳にされたことはないのですかと言い返しました。それを聞いたアッターの使者は、奥歯が見えるほど、大笑いしてお笑いになりました。この話の主眼は、翼を持ったブラークという概念が、イスラームの教えの中に存在しないだけでなく、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれご自身が、翼のある馬という存在に驚かれていたという事実そのものにあります。また、夜の旅と天への昇天の件に関して、一部の無神論者は、この物語がゾロアスター教から借用、模倣されたものであるという疑念、シュブハを提起します。しかし現実には、ゾロアスター教を真摯に研究し、考察したものであれば誰でも、ゾロアスター教の側こそが、イスラームから夜の旅と天への昇天の物語を借用したという事実に気づくはずです。ゾロアスター教における、若きアルダー・ウィラーフ、アルダー・ビラーフ・ナーメの天界への旅の物語は、西暦10世紀、紀元900年代になってから、イスラームの影響を強く受けて書かれたものであることが、ゾロアスター教自身の歴史的文献によって証明されています。驚くべきことに、最後の預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれに起きた夜の旅と天への昇天の出来事は、それ以前の過去の聖書、預言家においても言及されており、それが彼の身に起こることが預言、吉報されていました。例えば、ダニエル書には次のように記されています。私は夜の幻の中に見た。見よ、人の子のようなものが天の雲と共に来た。この預言者が天の雲と共にやってくることを意味します。彼は、日の老いたる者のもとに進み、神のお前に至り、その前に導かれた。彼には主権と光栄と王国とが与えられ、諸国民、諸族、諸言語の者が皆彼に仕える、崇拝することとなった。彼の神への呼びかけ、すなわちダーワが、全人類のための普遍的、国際的なものになることを示しています。その主権は永遠の主権であって、消え去ることがなく、その王国は滅びることがない。彼の定めた法、シャリーアが、審判の日まで存続することを示しています。ダニエル書のこのテキストに従えば、神のお前へと昇天し、天に昇り、その呼びかけが全人類に及び、その方が世界の終わりまで残るというこの人物には、極めて具体的な特徴、タイムラインが定められています。それは、この人物が使わされ、その共同体、ウンマンに力が与えられ、彼らが地上の小王国に対して勝利を収める時代は、大抵コンスタンティヌス一世が登場してから3世紀半、350年が経過した頃になる、という点です。コンスタンティヌス帝が登場したのは、西暦300年頃です。この日付に350年を加算すると、私たちは、西暦650年に到達します。この西暦650年頃こそ、まさに正統カリフのウマル・ブン・アル・ハッターブ、アッターが彼を喜ばれますようにの統治下において、イスラーム共同体がシリアやイラクを征服し、地上の大帝国に対して歴史的な大勝利を収めていた前世紀の時代そのものなのです。ダニエル書の預言において、天へと昇天したこの預言者こそが、預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれの到来を告げる吉報に他ならず、この吉報は彼以外の誰にも当てはまることはありません。なぜなら、彼こそがその呼びかけ、宣教を全世界へと広げた方であり、彼の定めた法、シャリーアは今この瞬間もなお存在し、審判の日まで残り続けるからです。そして、彼の共同体、ウンマのために地上の小王国が次々と開かれ、当時最大を誇った数々の大帝国を打ち破ったのも、まさに彼のウンマだったからです。それどころか、ダニエル書には、大抵コンスタンティヌスの王国であった、コンスタンティノープルの征服、海上は、まさにこの預言者のウンマの手によってのみ成し遂げられると記されており、このような歴史的事実はイスラーム共同体、ムスリムウンマ以外のどの共同体にも起きていません。ダニエル書に記されたこの驚くべき吉報は、かつてエレミヤ教会の司祭であった、アブドゥルアハド・ダーウード・ベンジャミン・カルダニをして、この預言について次のように言わしめました。これこそは、
人類史上最も偉大な存在であり、預言者の最後を締めくくる存在、最後の使徒への預言者としての使命の降誕、バーサに関する、おそらく最も見事で最も明確な預言であろう。